あの1月1日に、能登半島で地震があって、で、その時にいろいろな家屋も被災したんですけれども、輪島と能登半島といったら、輪島塗あると思うんですけど、その輪島塗の職人さんの工房も相当数被災されていて、7割ぐらいの職人さんが被災されて仕事ができなくなってる状況って聞いたんですね。で、そんな状況の時に、知り合いの工務店の社長さんから、岡山県出身のその輪島塗の主さんっていうんですけど、主さんが、職人さんの工房を復旧できないかっていう相談を受けたってことで、で、私、構造設計をやってることを、工務店の社長さん知られてたので、ちょっと一緒に来て見てくれないかと。傾いてるんだけど、それって元に戻るんだろうかっていうのを相談いただいたんですね。実際に見に行ったのが、被災から1ヶ月ぐらい経った、2月5日でした。で、その被災される前はこの工房の中で、89歳の最高齢の木地師さんが、輪島塗のやっぱり一番最高級のもののお椀を、生地を作っていたという工房でした。で、こんな風に仕事をされていて、で、この工房が私が見に行った2月5日に、これが工房なんですけれども、見る影もなくというかですね、状況になっていて、これ左隣が職人さんの自宅なんですけれども、完全に潰れてるといった状況で、こういった様子を見に伺いました。で、これが今回、建て起こした、復旧した工房なんですけれども、これ初めて見た時は私はもう復旧がちょっとできないんじゃないかと。何よりこれを復旧するためにこの中に人が入って作業するっていうのが、危険すぎるっていう判断で、ちょっと難しいなと思ったんですけれども、一緒に行った工房、工務店の社長さんとか、あと大工さんが、なんとかこの中に入って作業できるんじゃないかっていうのを言っていただいて、じゃあその安全をなんとか確保した上で、これを横に引っ張って立て起こすことができるかどうかっていう検討を始めたんですね。で、こういうふうに左側に傾いてる家屋を、重機かなんかで反力を取ってワイヤーでつないで引っ張ればなんとか起こせるんじゃないかと。で、傾きの加減からどれぐらいの力で引っ張ればこれが元に戻りそうっていうのを計算して、でその上で大工さんに、そういった引っ張りを与えるようなワイヤーとジャッキを手配して、できるだろうかと。で、あとは何よりも中に入って作業しないといけないので、余震もある中で、危険がないようにサポートをつきながら、作業をしていくっていうのを、大丈夫かなっていうのを大工さんと話しながら、進めていって、で、さらにその翌日にその話した結果を、僕がスケッチにまとめて、6段階の工程を踏んで、この傾いたものの安全を確保して、これを立て起こして、で、基礎を中に作って耐震補強をするっていうところまでの工程をこういうふうにスケッチで書いてきました。で、これ実際の作業の時なんですけど、サポート、1本あたり何トン持つかっていうのを計算して、これぐらいつけば、作業中の安全が確保できそうというのを大工さんにお伝えした上で、サポートつきながら、これが反力を取ってる車両なんですけど、このタイヤで踏んでる金物とか全部大工さんが考えていただいて、だいたい2、3トンぐらいの車両の重さで踏んづけて、そこにワイヤーを結んで、で、反対側の家屋にこういうふうに結んでですね。で、これが大工の原田さんなんですけど、危険の中で、この作業ができるって主張してくれた人なんですけど、その原田さんが、こういう手動のジャッキを自分で手配してくれて、
で車両で反力取りながら、このワイヤーで引っ張ってもう縦起こしたっていう作業になりますね。でこれでまあようやく建物が本来の垂直の状況に戻って、でこれは基礎を普及しているところで、これが基礎が完了したところです。で家屋自体はこれもともとの構造なんですけれども、ここを建ててくれた大工さんが相当工夫されて成功されてたっていうのがこれを見て分かってですね、最初こんなに傾いてたと思うんですけど、逆に言うとあれだけ傾いた状態でそのままぐしゃっといかずに持ちこたえてたのってすごいことなんですけど、でそれがやっぱここら辺に見える大きい火打ちがついてるんですけど、通常の住宅とかで設けるよりだいぶ大きい火打ちがついてて、かなり頑丈に作ってあったんですね。でこの火打ちのおかげで屋根がちゃんと固まって、多少こうねじれて傾いても元に戻るようなちゃんと抵抗力が生じて、ぐしゃっと潰れずに済んでたっていうのが分かってですね。まあただこのままだと新たな地震に対してはちょっと安全性が確保できないので、この中に、まあ、大工さん2人程度で持ち上げられる部材で入れ子型の耐震補強を作ってやって、でこういうふうな中に耐震補強が終わった状態になります。まあ普段我々のその構造設計者って基本的にはほとんどの仕事を建築家の人から請け負って、でその建築作品を作るためにどういう構造が合ってるかっていうところを考えてるんですけれども、まあ、今回のことはたまたまうちを建ててくれた工務店の社長さんが依頼いただいたんですけれども、そういった人のつながりの中でやっぱりすぐそこに困ってる人がいて、何かしらエンジニアリングができそうなことがあって、でその中でどう立ち回ったらその人がこう幸せな状態にもなるかっていうところにどう役立てるかっていうところを考えて、動いて、まあそれが逆に言うと自分にとってもすごい求められてる感じがなんて言うんでしょう、技術者としての満足感にもつながるっていうところで、なんかそういうきっかけになったプロジェクトが何年か前にあってですね、10年ぐらい前に関わった、岩手県のある町づくりのプロジェクトなんですけれども、これはある町の、遊休地ですごいずっと空いてた行政の土地に、バレーボール専用体育館を作って、全国からそのバレーボール選手がこの町に来ることで地域の経済が潤うっていう、そういうプロジェクトだったんですね。この町の中の材料で町の中の職人さん工務店で、作れるような、まあ、4,000平米ぐらいあったんで大規模木造を作るという中で、やっぱり大きい木造ってまだまだ特殊な技術を必要とするんですけれども、まあ、この時求められたのはこの街の中でできる技術で作るっていうことだったので、そういったことをベースに、まあ、構造設計どうしようかっていうのを、まあ、事業者さんと直接やり取りしながら、その人のつながりの中でじゃあどう作るっていうのを考えていったんですね。でその時にまあ住宅と違ってすごい大きい空間なので、すごい強い部材が必要になってくるんですけれども、それがなかなか在来の工法の中では見つからなくて、でその時考えたのが、基礎はまあ基礎屋さんがコンクリートの立ち上がりぐらいは作れると。で木造の方は大工さんの方で組み立てられるっていうことで、それを噛み合わせたような耐震壁ができないかってことで考えたのがこのくし形耐震壁だったんですね。でそうするとまあそんな大きいメーカーの特殊な工法じゃなくても、まあ、大工さんと基礎屋さんがいれば基本的にこれが作れると。でできたものは壁倍率で25倍から30倍取れるので、これだけの大きい規模の耐震性も十分に確保できるということで、まあ
このプロジェクトを通じて何かその限られた人のつながりの中でこの人が幸せになるために自分がどういうふうに立ち回るとエンジニアリングが効果的に効いてくるのかっていうことを考え始めたプロジェクトでした。その後のプロジェクトでも例えば地方の方で、庁舎を建て替えるっていう時期がすごく出た時期があるんですけど、熊本の震災の後ですね。そういった時に地方のまあすごい小さい自治体、1万人とか5,000人とかしか人口がない自治体の庁舎って大体2階建てとか3階建てとかすごく小さい建物になるんですね。でプロポーザルでその構造の予見が示されるんですけれども、大体耐震構造を作りなさいと RC 像で。でその予見は多分あんまり考えられないまんまこの30年40年ずっと引き継がれていて、で熊本の震災であれだけの被害があったのに首都圏では超高層の建物とか大規模な建物で免震技術とか制震技術とかどんどん使われている状況なのに、地方で建て替わる小さい庁舎っていうのは全然そういう技術使われないと。なぜならそこに技術が届いてないからなんです。設計できる人もいないし、そのプロポーザルの予見を考えられる免震制震含めて考えられる担当者の方がいないということで、山形県であったこの庁舎の建て替えの時は、プロポーザルの要項を半分無視して鉄骨造で制震構造を作りましょうっていうのをプロポーザルで提案したんですね。やっぱり小さい建物だったら小さい建物なりのその制震構造とか免震の取り入れ方があって、この左の制震構造、これが通常の制震構造の作り方、3階建てだったら1階にも2階にも3階にもダンパー全部入れていく、制震ダンパーを入れていくという構造なんですけれども、僕が設計した時に考えたのは、もともと耐震構造の予算しかないので、その中でできる制震構造っていうのはどういうのだろうって考えて、1階だけに制震構造をしてやる、制震構造形式で、これって超高層とか大きい建物じゃできない方法なんですね。50階建てのものの1階だけにダンパーを入れてもさすがに効かないので、3階建てとか2階建てだからこそ効く制震構造。だからこれは言ってみればローコスト制震というか、小さいからこそできる制震構造をこういうふうにやれば先端の技術もうまくマッチングできるんじゃないかっていうふうに考えてですね。でこれは小花座視聴者の構造で、1階だけにオレンジ色の制震ダンパーが入ってて、2、3階は通常のブレースとか耐震間柱とかそういったもので建物を固めているっていう感じです。我々のような構造設計者が被災地に入っていくこととか、あと地方の小さい自治体の庁舎の建て替えに免制震の技術を持ってきて組み合わせるとか、そういったことが最初は建築の作品作りとちょっと別のところになるので、自分たちみたいなアトリエ構造設計者のなんか社会へのプレゼンスって言ったら作品作りぐらいしかないので、最初はどういったところに意義を見出そうかなと思ってたんですけれども、大学で非常勤で授業をしてる時に学生たちに構造の歴史をこうレクチャーしてる時にギリシャローマ時代から空間構造のこう歴史ってこうどんどん少ない材料で大きい空間をかけ渡せるっていうそういう方向性でどんどん進んできて、主にはギリシャローマ時代とかあと産業革命前後にぐっとやっぱり技術が進んだんですけど、今産業革命から200年ぐらい経ってケーブル構造とか膜構造とかが出てきて、少ない材料で空間をどう作れるかっていうところはある意味もうやりきってる感じだと。でそれ以外のその技術の進展はあるんですけど、ものすごくざっくり見ると
かなり構造技術としては今って出来上がってきてて、じゃあそれを使って何ができるっていうのを僕らはこう先人の知恵を自由にこう引き出しから出していろんなことを考えられるっていうすごく恵まれた状況にあるので、そういった状況の中で先ほどのような、こういったところに技術を使いたいとか、こことここを組み合わせたいとか、そういうことを考えていくことってすごく意味あることなんじゃないかなと思い始めたのが先ほどお話ししたようなプロジェクトのベースにある僕の考え方というかになります。構造設計者っていろんなプロジェクトを何十物件って大体同時進行でやってるので、僕の中でも技術っていうのは常にこう磨いておきたいっていうのがあってですね。でそういう中で、このプロジェクトはすごくこう先端的な技術を使って、できる人たちにアクセスして共同を呼びかけて、一緒にこうハイレベルな設計をしてみたいっていうのでやったプロジェクトです。これ山形県の児童遊戯施設なんですけれども、2000平米ぐらいで、このご覧のようにこう屋根がものすごくうねってると。で、言ってみればシェル構造みたいな感じなんですけれども、かつて一度 RC 像のシェル構造なんかが、人件費の高騰なんかもあってちょっと一旦技術としては下火になってるんですけど、今の時代のシェル構造だったらどういうことができるだろうっていうのにチャレンジしてみた物件です。でこれは屋根は鉄骨と木でできてるんですけれども、鉄骨と木を組み合わせたこういった加工ですね。下部構造が RC 像で、上が青いのが鉄骨像で、上に茶色の木の屋根がかかってると。で、鉄骨と木が相互に固定されて、屋根の面は構造用合板で一体化されることで、面の力を発揮して、いわゆるシェル効果を発揮して、この空間を受け渡すっていう構造になっています。で、現場はこんな感じで、施工的にもすごいハイレベルな、施工精度が求められたんですけれども、これを設計するのは、やっぱりうちの事務所単体じゃもう全然無理で、いろんな専門家の方と共同しながらこれを設計していったという感じですね。で、これ設計してたのがちょうどコロナの時期だったので、たまたまオンラインで離れた専門家と簡単につながれるという状況がここ2、3年でこう出てきて、ここ多設区域なので、日本で有数の豪雪地帯、新潟の研究者さんと、声かけさせていただいて、一緒に、CFD 解析って、風の流体解析で雪がどこにどれぐらい積もるかっていうのを、この曲面の屋根の中で、どうしてもこう谷にたくさん積もってきたりとか、風上側がやっぱり雪がたくさん積もったりとかそういうことがあるので、それをちょっと検証しないまま設計を進めるのはかなり不安だったので、新潟工科大学の富永先生という雪氷のとあと流体の専門家の方とオンラインで、いろいろやり取りさせていただいて、積雪のシミュレーションの方、あと風のシミュレーションの方をやっていただいたりとかですね。あとはこれ現場に入っても設計の時も一応一度こう3次元のモデルは組んでるんですけど、うちがコンクリートの基壇部の3次元モデルを立ち上げて、日南鉄工さんの方で鉄骨のモデル立ち上げて、シェルターさんの方で木造のモデルを立ち上げて、3社のモデルを集めて合体させると全体の施工図ができるっていう風な協力体制を取ることができて、ほぼその3次元上で大きいところのその建て方検査にあたるもの、そういうのがかなり高い精度でできたっていうのは、この建物がスムーズにこう施工できたんですけれども、
そういったところの、原動力になってたかなっていうふうに思います。で、実際に作る時も現場レベルでもやっぱり Zoom とかでつないでですね、三次元的にこう曲がってる加工とか部材を、どういうふうに制作精度を確保しながら作っていこうかっていうところもオンラインで打ち合わせしたりして、かなり頻繁にそういった意思疎通をしながら、もちろん物も見ながら作っていくことができたっていうことで、図らずもこの Zoom とかそういうオンラインで共同の体制になって、みんなで作るっていうのはなんて楽しいんだっていう、経験を、ここでできたっていう感じです。で、それでいてこんな複雑な形状をやっぱり設計施工することができたっていうのがいい経験になりました。私の事務所は、こういうコワーキングオフィスの一角にあって、空いてる部屋を、自由に借りれることができるので、そういう中で、模型のギャラリーを 3D プリントのギャラリーを作って、そこに展示していって、それを介して、いろんな構造設計者が集まったりとか、あと、協力いただく学生さんが来てくれたりとか、先ほどの設計で体験したような、なんかいろんな知恵が集まってとか、いろんなプレイヤーが知恵を出し合ってっていう状況が、もっと出てくる下地になるのかなっていうのも期待して、こういうスペースを今作ろうかなっていうのを考えて準備してるとこです。まだ未完成の状態なんですけど、これから進めていきたいなというふうに思ってます。